こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は法定雇用率の引き上げが2026年、令和8年7月から行われますので、残すところもう1年を切ったというところになっております。これによって新たに障害者雇用が義務付けられる会社も出てきますので、残り1年をかけてですね、障害者雇用の雇用環境整備というのに努めてほしいと思います。今回の概要ですけれど、まずは現在の障害者の法定雇用率について見ていった上で、今後どのように変わっていくのかということを見ていきたいと思います。そして、障害者雇用状況ですね。今現状民間企業においてはどのようになっているのか、そしてその民間企業の中で業種別で見た場合にどのような特徴があるのかについて解説をしていく。また、障害者雇用において活用できる助成金についてもご紹介をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは現在の障害者の法定雇用率について見ていきたいと思います。障害者の法定雇用率というのはですね、もう1960年、昭和35年に障害者雇用促進法の前身であります身体障害者雇用促進法というのが制定をされたのをきっかけとしております。当時は雇用は努力義務となっておりましたが、その後、1976年、昭和51年に法改正によって法的な義務付けがされるようになった経緯があります。その後ですね、5年に一度見直しがされて段階的に引き上げがされてきた結果、今現状、障害者の法定雇用率についてはですね、事業の主区分として3区分設けられておりまして、民間企業、国、地方公共団体と都道府県等の教育委員会という3つの区分にはなっております。民間企業においては今現状 2.5% という形になり、従業員数で換算をすると、現状40人以上の会社においては1人以上、障害者の雇用というのが義務付けられているという状況になっています。そして、2026年、令和8年7月から、これがどのように変わっていくのかと言いますと、民間企業においては 2.5% が 2.7% に引き上げ、これによって従業員数で換算をすると 37.5 人以上、38人以上の会社は1人以上雇用が義務付けられるという形になります。その他、国、地方公共団体等については 3%、都道府県等の教育委員会については 2.9% にそれぞれ障害者の法定雇用率が引き上げられるということになっております。では、今現状、障害者雇用状況についてはどのようになっているのかと言いますと、こちらはですね、障害者雇用状況の集計結果になります。厚生労働省が公表しているものになりますけれど、令和6年度、2024年においては67万7千人ということで、障害者雇用はどんどん増えている状況。そして民間企業においての障害者の実雇用率というのは今現状 2.41% ということで、この実雇用率についても13年連続で更新をしているという状況になっています。では、法定雇用率義務付けられていますけれど、その法定雇用率を達成をしている企業の割合がどのくらいいるのかと言いますと、今現状は 46% ということで、前年比で 4.1 ポイントほど減少をしているという状況です。減少している理由につきましては、令和6年度において、障害者の法定雇用率変更になった関係で、法定雇用率の達成企業数が減っているという状況になっています。では今現状、障害者雇用約67万7千人ですけれど、その内訳を見てみたいと思います。身体障害、知的障害、精神障害に分けてみますけれど、全体の約半数超が身体障害の方で 54%、知的障害の方が 23%、
そして精神障害の方が 22% ほどとなっておりますが、この精神障害の方に関しては、雇用者数が前年比で 15.7% 増加をしているということで、今、急激に精神障害の方の雇用が増えているというのがわかります。そしてさらに詳しく障害者雇用状況を見ていくと、産業別でまず見た場合、障害者の実雇用率が高い分野においては、医療福祉分野ということで 3.19%。逆に低い分野においては、教育学習支援業が 1.89、情報通信業が 1.98、不動産、物品賃貸業が 1.99 となっております。そして、法定雇用率未達成企業というのが 46% ありますけれど、このうち、不足数が 0.5 または1というのが 64.1%。また、0、全く雇用していないというのが 57.6% あるということになっております。この障害者雇用に関しましてはですね、特に金融業において今非常に、動きが活発になっておりまして、金融業だけで見ますと達成企業割合というのが 34.6% という形になって、やはり業務の特質上、機密性重視であったり、在宅勤務での障害者雇用が難しいといった事情がありまして、今ですね、また法定雇用率の改定に向けて働きやすい職場環境の整備と、定着の支援に今力を入れているところになっています。また同様に金融業においてはですね、女性活躍というところも非常に遅れているというところが指摘をされておりまして、こちらに関しましては、やはりですね、受付業務女性が多いといったところで、そういった部分を踏まえた上で女性活躍が普通の民間企業に比べて遅れていると指摘をされている状況です。ここを受けまして金融業界ですは、女性活躍の計画作成というのも進められて、この1年間で女性活躍、そして障害者雇用というのに非常に力を入れて環境整備を整えているといった状況にはなっています。そして、障害者雇用の助成金ですけれど、様々あるので、少し全部をご紹介はしきれないんですけれど、代表的なものとしては、特定求職者雇用開発助成金と言われるもの、特会金と言われるものですけれど、こちら、障害者雇用に使えるのが大きく2つあります。特定就職困難者コースと言われるもので、ハローワークとの紹介を通じて、障害者雇用を継続して行う場合、そして発達障害者、難治性疾患患者雇用開発コースというのもあります。こちらはですね、同様にハローワークの紹介を受けて雇用をするんですが、その方がですね、発達障害であるとか難治性疾患患者の方はですね、この場合に適用できるコースという形になっております。また、障害者雇用、なかなかまだ不安だという会社につきましては、トライアル雇用助成金というのもありまして、障害者雇用を試行的に雇い入れるといった場合ですね、このトライアル雇用助成金というのが使われるといった状況。また、障害者雇用における雇用環境整備といったところに関してもコストがかかってくる場合があります。その場合はですね、障害者雇用納付金制度に基づく助成金というのがありまして、こちらはですね、職場の作業施設、福祉施設等の設置、整備などですね、行う場合に支援をしてくれる助成金となります。その他ですね、キャリアアップ助成金にも障害者に関する部分のコースがあります。また、以前は厚生労働省は行っておりますが、令和6年度からですね、移管をしておりますが、障害者能力開発助成金というのもありますので、こういった助成金を活用してほしいと思います。そして最後に注意点とまとめになります。障害者雇用する場合はですね、障害者雇用状況報告書というのを提出をしてください。こちらは年に1回ハローワークに提出をしなければいけません。こちら怠りますと罰則の規定もあります。この罰則ですね、障害者の雇い入れ計画に関しての適正実施勧告というのが行われ、雇い入れ計画に基づく実施ができない場合はですね、再勧告、最悪の場合は社名公表という形になります。令和6年において社名公表されたのはですね、1社ありましたので、やはり注意が必要という形です。
また、障害者雇用、法定雇用の義務になる会社以外に関して、すべての会社が対象になりますけれど、以前別の動画でご紹介はしておりますが、障害者への合理的配慮というものですね。2024年の4月から改正障害者差別解消法というのが施行されております。こちらはですね、障害者への合理的配慮が法的に義務になっておりますが、法定雇用率の対象となる企業以外の部分の会社でも、こちらは適用になりますので注意が必要です。雇用率の引き上げまであと約1年となっております。達成に向けて環境整備というのを進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。